銀婚式を迎える私と夫は、記念の旅行に出かけることになり、胸を躍らせていった。当日、新幹線に乗って旅行先へ向かっていると夫が、やっぱり旅行は中止な。え？夫は私が呼び止める声も聞かず、停車した駅で降りてしまう。開き直った私は、一人で宿泊先の高級ホテルでのんびりと過ごしていたのだが、不審な男女が現れ、とんでもない事件に巻き込まれた。その後、男女の正体が判明し、事件が解決に向かっているタイミングで、夫から連絡が入った。お前との暮らしに飽きた。俺は愛人と住む。帰ってくんなよ。私は夫の不審な行動、事件の発生理由に気づいていたので、こう答えた。はい。絶対に帰りません。後日、大慌ての夫から鬼電が鳴り続け、私は夫の罪が明らかになっていることを伝えたのだった。私の名前は矢口真紀子。年齢は53歳で、食品卸売会社に勤務する兼業主婦だ。夫の四郎は私と同じ年で広告代理店に勤めており、学生時代からの交際を経て、社会人になってから結婚した。私たちの間には2人の娘がいるが、長女はすでに結婚して隣町に住んでいて、次女は学校を卒業後、家を出て県外に就職している。つい先日、娘たちから連絡があり、私と夫の次の結婚記念日は銀婚式になるからと、高級ホテルの旅行チケットを送ってきたのだ。実は、夫婦で旅行するのは新婚旅行以来だ。結婚してすぐ妊娠出産と家事と仕事に明け暮れて、あっという間の25年だった。なので、私は年がいもなくウキウキとしてしまい、美容室に行ったり、旅行中に着る服を新調したりと、出発前から浮かれていた。しかし、夫の方はあまりこの旅行に乗り気でない様子で、こう言った。休みにわざわざ旅行なんて、疲れるよ。だって、今年は銀婚式だし、娘たちの気持ちも受け取ってやりたいわ。銀婚式？ああ、もう25年にもなるのか。お前もそんな年になっちまったんだな。いや、あなたも同じ年だよね。私が言い返すと、夫は不機嫌になり、黙り込んでしまった。そんな風に、夫婦で気持ちに温度差のあったまま、旅行当日を迎えた。その日は秋晴れで、涼しい風の吹く気持ちのいい朝だった。夫もカジュアルな服装でおしゃれをしていて、私は機嫌を取ろうとお世辞を言った。あら、素敵なコーディネートね。季節にマッチしているわ。夫も上機嫌でこう返した。せっかくの遠出だ。それなりにな。旅行先には新幹線で行く予定なので、私たちは駅弁を買って早めに指定席に座り、朝食とすることにした。温かい駅弁に舌鼓を打っている時に、夫が意外な行動に出たのだ。それは、夫が宿泊先を聞いてきたので、私が高級ホテルの名前を告げた時だった。はあ？なんでそのホテルなんだ？俺は聞いてないぞ。キャンセルしろ。私は夫の反応に驚いた。この旅行にあまり気乗りしない夫は、旅行のパンフレットを見せて私が説明しようとしても、出発時間と帰る時間だけ聞いて、あとは興味がないから任せると言っていたのだ。私は夫に聞いた。急にキャンセルしろだなんて、何かそのホテルではまずい理由でもあるの？すると、
夫は黙り込んで返事をせず、トイレに行くと言って席を立ったのだ。新幹線は動き出したのだが、夫はトイレに行ったまま戻ってこない。私は夫の食べ残した駅弁を片付けながら、ふと座席の足元を見ると、夫のカバンがなくなっている。まさか、夫は新幹線を降りたのだろうか。焦った私は夫に電話をかけたのだが、着信拒否されており、連絡がつかない。どうすることもできないまま、私の乗った新幹線は県境を越えて進み続ける。置き去りにされた私は、車窓を眺めながら、しばらくは怒りでイライラとしていたが、少しずつ冷静になってくると疑問が湧き上がってきた。確かに夫は今回の旅行をめんどくさがってはいたが、新幹線に乗り込むまではそれなりに楽しんでいった。夫が表変したのは宿泊先のホテル名を聞いてからだ。そのホテルに行ったら、夫が拒否した理由がわかるかもしれない。そう考えた私は、当初の予定通り、高級ホテルに一人でも宿泊することに決めたのだった。ところが、そんな私をとんでもないトラブルが待ち受けていった。高級ホテルに到着し、客室に案内された私は、大きなダブルベッドにゴロンと横になり、一息ついた。上品な装飾の施された部屋は、大型のテレビとアメニティの充実したシャワールームに、見晴らしのいい窓からは明るい日差しが入り、とても快適だった。今夜はここに泊まってのんびりできると思うと嬉しくなった。文句ばかり言う夫と一緒に過ごすより、一人で高級ホテルを満喫する方がよほど楽しいと思ったのだ。部屋を出た私はカフェでケーキを食べたり、ホテル内の土産品店で地酒を買い込んだりと、嫌なことは忘れて楽しんでいった。ホテル内の美容室の前を通りかかった時、展示されている一枚の写真が目に入った。その美容室は、ブライダルや記念日の写真を撮るスタジオでもあったので、結婚式や七五三の写真が飾られていたのだが、その中の一枚に白いタキシードを着た夫の写真があったのだ。しかも、夫に寄り添うようにピンクのドレスを着た女性が一緒に写っていった。まるで新郎新婦のごとく寄り添う二人の姿に、私は全身が冷たく冷えていくのを感じながらも、これまで腑に落ちなかった夫の行動に納得がいった。夫は浮気相手とこの写真スタジオを利用していたのだ。きっとこのホテルに一緒に泊まったりしたのだろう。この女性の身元を知りたいと思ったが、間の悪いことに美容室は今日は定休日らしく閉まっていった。仕方なく部屋に戻ろうとしたとき、通りかかったフロントから声をかけられた。先ほど夫がチェックインしたので、部屋に案内したというのだ。夫の宿泊分をまだキャンセルしていなかったが、まさか後からやってくるとは思ってもいなかった。私は早速、今見た写真のことも含めて、夫を問い詰めてやろうと、急いでエレベーターに乗り込んだ。客室の階でエレベーターを降りると、そこには帽子を目深にかぶった女性が一人佇んでおり、私はすれ違うように部屋に向かったのだが、ふと違和感を覚えて振り返ると、その女性はエレベーターに乗り込まずに、私の後ろを歩いてくる。振り向いた拍子に目があったのだが、女性はすぐに帽子を下げて顔を隠した。私は彼女が先ほど見た写真の女性であることに気づき、ぎょっとした。部屋には夫がいて、背後には浮気相手の女がいる。どちらにとっても私は邪魔者だ。もしかして
これは危険な状況ではないか。逃げた方がいい。とっさにそう判断した私は、エレベーターに引き返すべくきびすを返したが、背後にいた女性がスマホをかざしながら、立ちふさがって行く手を阻んでこう言った。逃がさないよ。バッチリ浮気の写真を撮るからね。意味不明のことを言う女性を振り払おうとした際に、私の拳が当たり、女性は弾き飛ばされて壁に頭を打ちつけ、その場に倒れ込んだ。その時、女性の手からこぼれ落ちたスマホに着信音が響き渡り、夫の電話番号が表示された。私は女性のスマホを拾い上げ通話を押すと、夫の声が聞こえてきた。どうだ、成功したか？何のことかわからなかったが、この場を逃れたいと思った私は、相手の期待通りの返事をした方が無難だと感じ、少し甲高い作り声でこう言った。大成功よ。そう言い捨てて、女性のスマホを放り投げると、私の部屋のドアが開いたのだ。夫が出てくると思って身構えたのだが、そこにいたのは見知らぬ若い男性で、しかも素肌にバスローブを羽織った姿だった。私は驚いて男性に向かって怒鳴った。あんた誰よ？男は私と倒れた女性を見て焦ったようにこう言った。俺は関係ないぜ。この部屋に来る女とイチャついておけって頼まれただけ。男はよほど焦ったのか、バスローブの前がはだけて大事なものが丸見え状態だ。私は悲鳴を上げると同時に持っていた土産物の袋を投げつけた。袋は男の頭に命中し、ゴンという鈍い音が響き渡って、男はばったりと倒れてしまった。誰かがこの騒ぎを通報したらしく、間もなくホテルの従業員と警備員がやってきて、倒れてうめいている女性と、すっぽんぽんで仰向けに倒れている男性を見て立ちすくんでいたが、その後に警察官が駆けつけてきた。地酒の瓶を拾い上げている私を見た警察官は、私に向かってこう言った。動くな！私？違います！一瞬警察官に拘束されかけたが、廊下の防犯カメラの映像のおかげで、私は被害者だと分かってもらえた。裸の男とまだフラフラしている女性は、救急隊が駆けつけて搬送していった。ホテルからは、私の夫と名乗った別人を部屋に入れたことで謝罪された。どうやらその男は、私の夫の名前や住所も正確に言っていたらしく、ホテル側は疑わなかったらしい。そして、私はホテル側の配慮でスイートルームに移ることになった。高級ホテルのスイートルームなんて初めて見る私は、豪華なリビングセットやカクテルバー、高級ベッドにすっかり魅了されてしまった。私がスイートルームを満喫していると、夫から電話がかかってきたのだ。これまで着信拒否していたくせに、今頃なんだと思い電話に出ると、夫の上機嫌な声が聞こえてきた。よう、楽しんでるか？へえ、すごく楽しいわ。それはよかった。ところで、お前に言っておきたいことがあるんだ。何かしら？俺はお前との暮らしに飽きた。もう帰ってくんなよ。はあ？お前もそっちでお楽しみ中だろ？俺は知ってるんだぜ。そういうわけだから、俺も愛人と住むことにした。もうお前とは終わりだ。なんと、夫は自ら愛人の存在を明かしたのだ。普通は浮気は隠したいものなのに、こうも自慢げに言えるのはどういうわけだろう。私は夫に尋ねた。あなたの愛人って、
ホテルの写真スタジオに飾られていたあの女性のことかしら。すると夫はしばらく黙り込んだが、やがて強気に返してきた。そうだ。彼女が俺の愛する人だよ。でも、お前も愛人と一緒なんだから、離婚の慰謝料は0円な。お互い様だから。夫の言う私の愛人とは、先ほどすっぽんぽんでひっくり返っていた男性のことだろう。あの男性と私がホテルで仲良く過ごしていると思い込んでいる夫は、お互い不倫しての離婚だから慰謝料はなしにできると考えているのだ。そもそも、あの男性が私の部屋に潜り込んだのも夫の差し金に違いないし、あの女性は私の浮気現場の写真を撮ろうと接近してきたに違いない。夫の悪巧みを問い詰めたかったが、あの二人は今頃病院で警察から事情を聞かれているだろうし、明日には全て明らかになる。夫がいい気になっていられるのも今夜が最後で、私も明日は夫との決着をつけるため忙しくなるだろう。私は夫にこう言った。何がお互い様か知らないけど、もうあなたと話すことはないわ。それはこっちのセリフだ。二度と帰ってくるな。はい。絶対に帰りません。そう言い切って私は電話を切り、土産品店で買い込んだ地酒の瓶を開けて飲み始めた。あの男の頭を直撃した酒瓶は、丁寧に包装されていたおかげで割れずに済み、私はうまい酒を味わいながら、4世紀に及んだ結婚生活にけじめをつける覚悟を固めたのだった。翌日、ホテルをチェックアウトした私は、駅に向かい新幹線に乗り込んだが、自宅には戻らず、とある場所に立ち寄った。その間、夫からの電話を着信拒否にしていたのだが、予想通り何度も鬼電が入ってきており、夫の大慌てぶりがうかがえた。私は目的の場所に到着すると、あらかじめ連絡をして呼び寄せていた人たちが集合するのを待って、夫からの着信拒否を解除した。すぐに夫から電話が入り、私はスマホをスピーカーにして電話を取った。警察から俺に出頭しろと言ってきてるんだ。一体どういうことだ。私は言った。それは、私に対する傷害未遂じゃないかしら。だって、あなたあの二人と共犯でしょ？傷害？何のことだよ。とぼけないで。あの男を部屋にチェックインさせて、私を待ち伏せさせたくせに。しかも、自分の愛人に、あの男と私とのツーショットを写真に撮らせて、私の浮気をでっち上げようとしたのよね。もう全部わかってるの。警察はあの女とあなたの関係くらい、すぐに突き止めるわよ。俺はどうなるんだ。言ったでしょ？私に対する傷害未遂だって。そんな大げさな。俺はお前がちょっと他の男とイチャつけばいいなと思っただけだ。そうしたらお互い様ってことで円満離婚できると考えたんだ。それであの女に頼んで私を陥れようとしたってわけ。あなた共犯じゃなくてそれじゃ主犯ね。主犯？おいおい、俺が警察に逮捕されてもいいと思ってるのか。お前だって子供たちだって困るぞ。それに俺たちの親だって困るはずだ。お前が警察にうまいこと言ってちょっとしたいたずらだったってことにしろ。保身と自己弁護だらけの夫の言葉に私は押し黙った。すると夫に対して別の人物がこう訴えたのだ。お父さん、最低よ。私の傍らで話を聞いていた長女がスマホに向かって叫んだ。
平さんの言う通りよ。お父さんは最低だわ。次女も長女に続いてそう叫んだ。電話の向こうで夫の息を飲む声がする。なんでお前たちが。私は夫に言った。私は今どこにいると思う？あなたの両親の家にいるの。娘たちも来ているし、もちろんあなたの両親も、うちの両親にも来てもらっている。なんだと。父さんと母さんもいるのか。義母が涙声で言った。お前ってやつは、マキコさんに謝るどころか、身勝手なことばかり言って。義父は拳を握りしめて、無言でうつむいている。そう。私は義実家に身内を集めて、夫との離婚について説明に来ていたのだ。あまりにも衝撃的な夫の悪行を、義両親や娘たちは信じられないようだったが、夫は自ら墓穴を掘るような言葉を次々と私に投げつけ、その結果、私の話が真実であることを皆が理解した。後日、夫は警察に任意出頭し、愛人と共謀して浮気相手役の男に私を襲わせようとしたことを認めた。男の方はなんと愛人の弟で、私に裸で抱きついて写真を撮らせろと姉に命じられただけだったらしい。それでも軽犯罪には当たるとのことで書類送検されたとのことだった。夫と愛人もしばらく出頭を繰り返して事情聴取されていたが、私への実害がなかったことと、社会で償いをするようにとのことで、こちらも書類送検となった。私は夫と協議離婚を成立させ、390万円の慰謝料と、共有財産の8割を受け取り、愛人の女性からは、慰謝料と賠償金合わせて510万円を支払わせた。元夫とは代理人を通して交渉したのだが、代理人によると、元夫と愛人は同じ会社の先輩後輩で、あのホテルの写真はデートの際に夫婦気取りで撮ったとのことだった。また、謝罪に訪れた義両親から聞いたのだが、元夫と愛人は警察の取り調べで罪をなすりつけ合って喧嘩別れした上に、女性の方が元夫への不満を同僚らに話したせいで、会社で噂が広がり、それぞれ田舎の支社に飛ばされてしまった。二人とも慰謝料や賠償金の支払いで借金もあるので、社内で白い目で見られながら働き続けているとのことだった。私は人生の後半に再び独身に戻ってしまったが、これまでと同様に職場で真面目に働き続けている。最近長女が妊娠したと聞き、孫の誕生が楽しみでたまらない。孫と元気に遊べるように、健康に気をつけて暮らしていくつもりだ。